1615年、大阪城が炎に包まれた。天下人豊臣秀吉が築いた難攻不落の城。その城が一夜にして焼け落ちた。秀吉の息子秀頼と母淀殿は城の中で自害した。関ヶ原からわずか15年。なぜ豊臣家はこれほどあっけなく滅んだのか。今日はその真実に迫っていく。豊臣家の滅亡には単なる戦に負けたでは説明できない深い構造があった。今回は3つの視点で解説する。第一の視点は関ヶ原後の力関係だ。なぜ家康は関ヶ原直後に豊臣を滅ぼさなかったのか。第二の視点は冬の陣とは僕の罠だ。家康はどのようにして豊臣を追い詰めたのか。第三の視点は夏の陣と豊臣家の最後だ。なぜ秀頼は逃げなかったのか。順番に見ていこう。まず関ヶ原後の状況を整理しよう。1600年、関ヶ原の戦いで家康は勝利した。しかしこの時点では家康はまだ豊臣家を完全には滅ぼせなかった。理由は2つある。1つ目は名分がなかったからだ。関ヶ原把握まで豊臣家のために戦ったという建前だった。戦いに勝ったとはいえ、豊臣家を直接攻撃する口実がなかった。2つ目は豊臣家にはまだ力があったからだ。秀吉の残した豊臣家は、大阪城という天下一の要塞と莫大な財力を持っていた。全国の大名の中に元豊臣に同情的なものが多く残っていた。そこで家康はまず将軍の座を手に入れることにした。1603年、家康は朝廷から征夷大将軍に任命された。これは重大な意味を持つ。将軍は源氏の血筋でなければならないという慣習があった。豊臣家は将軍になれない、つまり豊臣の時代は終わりだというメッセージを天下に示したのだ。さらに家康は2年後、息子の秀忠に将軍職を譲った。徳川の将軍職は世襲であるということをはっきりと示すためだ。これによって家康個人の天下ではなく徳川家の天下が始まったことが誰の目にも明らかになった。豊臣家はこの動きを黙って見ていた。しかしこれは徐々に追い詰められていく始まりだった。次に家康が豊臣を追い詰めた方法を見ていこう。1614年、家康はついに豊臣家攻撃の口実を見つけた。宝光寺証明事件だ。豊臣家が京都宝光寺の紋章に刻んだ文字の中に国家安康君新宝楽という言葉があった。国家安康とは家康の名を分断して呪っている。君新宝楽とは豊臣家が主君として栄えるという意味だと家康は言いがかりをつけた。現代から見ればこじつけに見えるが、当時の政治的文脈ではこれで十分だった。むしろ家康はこの口実が出てくるのをずっと待っていたのかもしれない。家康は大軍を率いて大阪に向かった。これが大阪冬の陣だ。徳川軍はおよそ20万。豊臣方は約10万。しかし大阪城は難攻不落だった。堀が何重にも張り巡らされ、城壁は厚く、正面攻撃では落とせない。豊臣方には真田信繁や後藤元嗣ら各地から集まった歴戦の浪人たちがいた。特に真田信繁は冬の陣でも奮戦し、真田丸と呼ばれる出城を築いて徳川軍を何度も撃退した。徳川方は多くの死傷者を出し、正面突破を断念せざるを得なかった。そこで家康は戦い方を変えた。力攻めをやめ、大砲による砲撃を行ったのだ。当時の日本では大砲はまだ珍しい兵器だった。天守閣のそばに砲弾が落ち、淀殿は恐怖で震えた。城内の女性たちがパニックになり、豊臣方の士気が揺らぎ始めた。そして家康は和睦を提案した。条件は豊臣家の存続を認めるというものだった。豊臣方はこれを受け入れた。しかしここに家康の穴があった。
和睦の条件には堀を埋めるという一項があった。豊臣方は外堀だけ埋めれば済むと思っていた。ところが交渉の場で徳川方は次々と条件はつけたし、気がつけば内堀まで埋められてしまっていた。しかも埋めたのは土だけではない。城壁の石垣まで崩されてしまった部分もあった。大阪城はただの大きな屋敷になってしまったのだ。難攻不落の要塞がたった一冬で普通の城になった。豊臣方の重臣たちはこれに気づき激怒したが、もう遅かった。堀を埋めた後、家康はさらに追い打ちをかけた。浪人たちを城から追い出せという要求を出したのだ。豊臣方が断ると、家康はそれは和睦違反だと主張し、再び戦の準備を始めた。つまるところ、家康は最初から和睦は豊臣を無力化するための手段に過ぎなかったのだ。豊臣方にはもはや選択肢がなかった。戦うか、降伏して大阪城を出るか。降伏すれば、秀頼は大名として生き延びられるかもしれない。しかし淀殿はそれを拒んだ。豊臣家が徳川に頭を下げるくらいなら、戦って死ぬ方がましだという意地と誇りがあった。秀頼と淀殿は戦うことを選んだ。1615年、大阪夏の陣が始まったら、堀を失った大阪城は、もはや要塞ではなかった。それでも豊臣方は最後の意地を見せた。各地で激しい戦いが繰り広げられ、中でも道明寺の戦いでは豊臣方が徳川軍を一時は押し返すほどの激戦となった。そして最大の見せ場が訪れた。真田信繁の決死の突撃だ。真田信繁はわずか数千の手勢を率い、徳川家康の本陣に向かって一直線に突撃した。家康の本陣は幾重にも護衛に囲まれていたはずだった。しかし真田隊はその護衛を次々と突き破り、ついに家康のいる本陣まであと数十メートルのところまで迫った。家康はあまりの恐怖に馬から降りて逃げようとしたとも言われている。また家康はこの時2度も自害を覚悟したという記録まで残っている。もし真田信繁があと少し早く、あと少し多くの兵を率いていたなら、歴史は変わっていたかもしれない。しかし数の差は覆せなかった。真田信繁は力尽き、討ち死にした。敵将である徳川方の武将たちさえもこれほどの武者は日本に2人とおるまいと称えたと伝えられている。真田が倒れると、豊臣軍は総崩れになった。大阪城はもはや守れなかった。そして城に火が放たれた。炎が天守閣を包む中、秀頼と淀殿は城の一角に追い詰められた。秀頼はこの時、まだ23歳だった。秀吉がこの子のために天下を取ったと言い続けた一人息子が、父の残した城で最後を迎えた。1615年5月8日、豊臣家は滅亡した。秀吉が天下を統一してから、わずかに17年後のことだった。改めて整理してみよう。豊臣家はなぜ滅んだのか。単純に戦に負けたからではない。家康は15年かけてじっくりと豊臣家を追い詰めた。征夷大将軍の地位を得て徳川の時代を宣言し、方広寺の鐘を口実に戦を仕掛け、和睦と見せかけて堀を埋めた。豊臣家が滅んだのは、軍事力ではなく政治力と謀略で追い詰められたからだ。一方で、豊臣方にも問題があった。淀殿を中心とする豊臣方は、家康の真の意図を最後まで見抜けなかった。和睦を本物だと信じ、堀を埋めさせてしまった。秀頼は勇敢だったかもしれないが、政治家としての家康の老練さには遠く及ばなかった。これは単なる戦国時代の終わりではない。武力による決着から政治制度による支配へ。日本の歴史が大きく転換した瞬間でもあった。今日のまとめをしておこう。豊臣家の滅亡は戦場での敗北だけが原因ではなかった。家康は征夷大将軍の就任、
宝光寺事件の口実、冬の陣での堀の撤去という15年間にわたる政治的な積み重ねで豊臣家を追い詰めた。そしてこの大阪の陣をもって戦国時代は完全に終わった。天下は徳川のものとなり、その後に160年の江戸時代が続いていく。あなたは家康の謀略をどう思うだろうか。冷酷な策略家か、それとも時代を読んだ名将か。ぜひコメントで教えてほしい。次回は黒船来航に迫る。幕末の始まり、ペリーはなぜ日本を開国させることができたのか、解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。